こんにちは、ゆかです。今日は最近私がハマっているバイブコーディングについてのお話をしたいと思います。チャット GPT やクロードをチャットで使っている人なら多分次の一歩になるんじゃないかなと思います。私の感覚だとチャット GPT もクロードもほとんどの人はチャット相手として使ってるんじゃないかなと思います。何か質問して答えをもらってそれで終わり。でも実はチャット GPT もクロードももう一つの使い方があって、それが物を作ってもらうというモードです。これがバイブコーディングと呼ばれるもので、昔ながらのコードを書くコーディングではなくて、バイブスでコーディングするというアイデアから由来する言葉です。元オープン AI のエンジニアの人が2025年に言い出した言葉で、コリンズ・ディクショナリーの2025年の年間ワードにも選ばれています。何がすごいかというと、自然言語でこういうものが欲しいですよと伝えるだけで AI がコードを書いてくれるということです。専門知識がなくても自分のためのミニソフトが作れちゃいます。私もエンジニアじゃないんですけど、アイデアの数だけいろいろ作れちゃってめちゃくちゃ楽しいです。じゃあ何が作れるのという話なんですけど、私が実際に作ったものをちょっといくつか説明していきたいと思います。まず一つ目が前回の10周年動画でも使っていたんですけど、実はインスタグラムの Q&A ボックス風のタイトルプリセット。これをクロードコーワークと一緒に作りました。タイトルプリセットも実は中身はコードなんですよ。色やサイズとか文字のフォントとかいろいろ変えられるようになっていて、自動でアニメーションがついています。で、今は動画にドラッグ&ドロップするだけで、こんな感じで使えます。二つ目は、私は今、英語と韓国語の音声吹き替えと4言語の字幕をそれぞれの動画に出すようにしてるんですけど、これをね、毎回手作業でやるの、めちゃくちゃ大変で、トータル半日ぐらいかかってたんじゃないかなと思います。でそこで日本語の字幕ファイルを渡すと、翻訳と音声合成とタイミング調整をして、吹き替え音声生成まで自動でできるスクリプトを作りました。これはね、ちょっとニッチすぎて、やってない人にはなかなか伝わらないかもしれないんですけど、動画の舞台裏を知っている私と編集してくれてるサヒロさんにとっては、もう本当に涙が出るほどすごいことなんですよ。たくさんあった手動のワークフローの一部をコードで動かすことによって、ローカライズで必要な時間がもうほぼ5分の1ぐらいになったんじゃないかなと思います。そしてもう一つが BTS アリラン推し活ガイドです。これは仕事じゃなくて完全に趣味なんですけど、BTS の新アルバムアリラン出ましたよね。で、ワールドツアーも始まってます。今月後半には私もね、公演に行くので、韓国語の歌詞をしっかり理解しつつ、ファンチャントっていうね、曲に合わせてファンがする掛け声みたいなのがあるんですけど、それを覚えるための紙のシートが欲しかったんですよね。そういうのを作ってくれてる他のファンの方とかいらっしゃるんですけど、私が欲しかったのは自分の韓国語レベルに合わせてだったりとか、なるべくコンパクトにして手帳に入れて持ち歩きたいとか、このサイズで印刷できるようにしたいとか、いろいろこう自分のこだわりがあったので、自分のこだわりをすべて実現した HTML でできているガイドを作りました。これには歌詞と和訳と、それぞれなんかちょっとした文化背景だったりとか、コール部分の色分けとか、そういったものが全部入っていて、これを私の A6 手帳に挟めるように印刷してみました。という感じで、こういった趣味のために作ったものもあるんですけど、その他に本当に毎日のように何かしら私の YouTuber としての仕事を効率化したり、よりいい動画が作れるようにするためのツールを作っていて、実際にめちゃくちゃ役立ってます。今までできなかった表現ができるようになることで動画のクオリティが上がったりだとか、今まですごく時間と労力がかかっていたものがすごく早くできるようになっています。それによってコスト削減にもなるし、もっといいものをより早く出せるようになると思います。ただし全てが魔法のように一発ですぐにうまくいったわけではありません。AI も全てを分かってるわけじゃないので、何度もやり直したりとか、考え方をちょっとこういう風にした方がいいんじゃないって AI を誘導してあげたりとか、たくさんキャッチボールしながら最終的にできるっていう感じなんですけど、もちろんうまくいかないこともあります。
こういった実験はやってみて、なんかちょっと違ったとか、これなんかちょっとできなそうって思ったら、もう諦めて捨ててしまっても全然よくて、そのハードルが低いからこそ、たくさんいろんなことにチャレンジしたり、実験してみることができるんじゃないかと思います。バイブコーディングのツールはいろいろあるんですけど、やっぱり王道はアンスロピックのクロードコーワークか、オープン AI のコーデックスをお勧めします。どちらも月$20ぐらいのサブスクリプションが必要なので、ちょっとその点だけ注意が必要かなと思いますが、コーデックスはチャット GPT の無料プランでも一部お試しできるみたいです。今日は詳しくこうやって使うんだよっていうお話はせずに、なんで面白いかだけにちょっとフォーカスしてるんですけど、また別の動画でもし皆さん興味あれば、もうちょっと具体的な話もできればなと思います。ということで、ここまで聞いていただいて、なんか自分にもできるかもと思っていただけたら嬉しいんですけど、もう一つ私が最近実感していることをちょっとお話しさせてください。今までは何か困っていたりとか、何かニーズがあるときに、それに合うアプリはないかなって探してましたよね。でも完全にぴったりなものって大体なくて、なんかちょっとこの機能が惜しいなとか、これがないけどこれが一番近いからこれにしようかなとか、そういった我慢をして使うか、もう完全に諦めてしまうかのどちらかだったと思います。これからはバイブコーディングによって自分の問題にぴったり合わせた解決策を作れる時代だと思います。先ほど言ってた BTS のアリランガイドは本当に分かりやすい例ですけど、私が欲しいぴったりのものがないから、じゃあ作ろうっていうふうに簡単にできるということです。アプリというとスマホアプリを思い浮かべるかもしれないんですけど、そういったアプリだけじゃなくて UI がないようなスクリプトのようなものだったりとか、アニメーションとかドキュメントも裏側がコードであれば全て簡単に作れる時代になってます。つまり自分専用にカスタマイズされたソフトウェアを持てるということです。既製品じゃなくて自分のニッチな問題にも手が届くようになっています。で、もう一つ大きな変化が学ぶ順番です。昔はプログラミングを勉強してから何か作るという風な流れだったと思うんですけど、今はその順番が逆転していて、作りたいものが何かっていうのを考えて、そこから必要な分だけなんか学んでくるんですけど、一番そこでボトルネックになっていた難しかったコードを書くという部分を AI が担ってくれています。で、そうなると一番大事なのは何を作るかを決めるところになってくるのではないかと思います。今 AI によって仕事の環境がだいぶ変わってきてますよね。特にアメリカのビッグテックでは本当にもう毎週のようにレイオフのニュースもよく見ますし、5年後にどんな世界になっているか正直予測するのが難しいです。でも一つだけ私が確信していることがあって、それは問題を見つけて解決するっていうその力っていうのは絶対に必要なくならないと思います。むしろこれからもっともっと大事になってくるんじゃないかなと思ってます。バイブコーディングはその解決するための道具を自分の手に持てる手段だと思います。私はもともとこのフルタイムで YouTuber になる前は Pinterest という会社でプログラムマネージャーをしてたんですけど、その時もエンジニアといろいろ話してプロダクトを作っていかなきゃいけないので、エンジニアと話すためのなんか概念的な知識は持っていたんですけど、自分で実際にコードを書くことができなかったんですね。なので何かの機能を開発してほしいとかっていう時は必ずエンジニアの人の協力が必要でした。でもそのギャップが最近もう消えつつあって、その当時あったのが、Pinterest 自体の機能じゃなくて、社内で使うためのツールを作りたかったんですけど、その時にエンジニアのリソースがなくて結局作れなかったんですね。私はなんかめっちゃ無理やり Excel でそのやりたいことを実現したんですけど、そういった感じで、その問題を見つけて解決するっていうのが、なんか私は解決方法がその時 Excel しかなかったんで Excel でやりましたけど、社内ツールみたいなものだったら自分で絶対作れると思うんで、非エンジニアの人もソフトウェアを作って仕事を効率化するようになる時代なんじゃないかと思います。ということで、これからは専門特化していなくても、いろんな分野を横断的に
見られる人、ここに作れるものがありそうみたいな問題点を見つけられたりとか、ニーズを発見できる人が今後面白い場所に立てるんじゃないかと思ってます。以前もジェネラリストについての動画を作ったことがあるんですけど、まさにジェネラリストこそ輝ける時代になりそうだと思います。いろんなことに広く浅く興味を持っていると、問題もそれを解決する方法も見つけやすくなるんですよね。で、これってなんかセンスとかって呼ばれがちだと思うんですけど、生まれ持ってきたものというよりも、どんどんいろんなものをインプットして自分の中に取り込んで、で、自分のものとして消化して、後から引き出しを引っ張ってこれるかっていう話だと思います。そういう意味で、いろんな分野に首を突っ込んで、ちょっとずつ自分の中にそういったヒントを貯めていくっていうのが、これからの時代の大きな強みになってくるんじゃないかなと思っています。ということで、いろいろお話ししたんですけど、今日のお話のまとめです。まず皆さん AI をチャットだけで使っている方、ぜひ次の一歩としてバイブコーディングにぜひチャレンジしてみてください。専門知識がなくても自分のためだけのソフトウェアが作れるということが一番の魅力です。で、ちなみにこの自分のためだけに作るっていう感覚は 3D プリンターで何かを作る楽しさに結構似ているなと思っていて、3D プリンターの面白さもなんか、こういう入れ物あったらいいのになとか、既製品でどうしてもなんか微妙に売ってないような、この隙間に入る、この用途のための入れ物が欲しいとか思ったら、自分でデザインしてすぐプリントして物理的に手に入るっていうのが本当に 3D プリンターの醍醐味だと思うんですけど、物理の世界の問題解決の 3D プリンターとソフトウェアの世界、コードの世界の問題解決をしてくれるバイブコーディング、とても似ているところがあって、どちらも私はめちゃめちゃ楽しいです。3D プリンターの面白さについてめちゃめちゃこんな風に語った動画もあるので、ぜひそちらも興味あればチェックしてみてください。ということで、皆さんが今この話を聞いて解決できるんじゃないか、解決してみたいと思った問題は何でしたか？もしくはもうすでにバイブコーディングにチャレンジしている方はどんなものを作ってますか？ぜひコメント欄で教えてください。ということで、もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。living